はい、どうも皆さんこんばんは。今年最後のですね、サブスタンス 3D 道場のお時間がやってまいりました。本年もですね、本当にいろいろと、紹介させていただきましたが、誠にありがとうございました。来年もね、ちゃんと続けられるよう、精進いたしますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。で、今回はですね、サブスタンス 3D ペインターのアップデートが結構ですね、いいアップデート、おすすめのものが登場してまいりましたので、そちらをですね、ご紹介させていただきたいなと思っております。で、今回ちょっと香水のですね、ボトルのデザインをですね、サンプルとして作ってみました。はい。こんな感じの左側のですね、こういったシンプルなこちらサブスタンス 3D アセットのデータからですね、ダウンロードしたものでございまして、それをペインターで、ペイントして、こちら最終的にはステージャーでレンダリングしたものとなっております。ちょっとディテールをですね、別角度から見ると、こんな感じで、ステージャーのレンダリングもさることながらすごくいいものであるんですが、ペインターでね、こういう風な感じのことが結構スラスラっとできてしまいますよといったところがございます。そしてですね、ちょっと今回最後の放送でございますので、一応ちょっとデザイナーの方でこういったオーナメントのデザインをですね、の作り方ですね、こちらもですね、ちょっと紹介させていただけたらと思います。それでは、始めていきたいと思います。こちらまずペインターですね。はい。ペインターではですね、こういったですね、感じの、はい、データとなっておりまして、ちょっとね、中身は、ペインターでは、このトランスリューセンシーの中の色というのはですね、設定できませんので、ちょっとペインター上でレンダリングすると中身がこうやってですね透明になってしまうんですが、こちらをですねステージャーに出力するとちゃんとこの中の色っていうのをですね設定することが可能でございます。はい。でですね、こちらトランスリューセンシーオフにしますとこんな感じですね。こういった感じの、はい、デザインとなっているんですね。で実はですねこのデザインですね、私の方で作成したのですが、この感じの、ファイヤーフライボードをですね、ちょっとここ最近紹介しております、ファイヤーフライボードをですね、駆使して、はい、このデザインをですね、作成しました。確かですね、ウェブで拾った画像がこっちかこっちかっていうのは多分こっちですね。で、こっちからですね、バリエーションを生成といったところで、バリエーション作成ですね、いろいろなバリエーションをですね、作成してみまして、最終的に良さそうなものをですね、私の方でピックアップしました。はい、こういった感じですね。はい、こんな感じで結構そのゴツゴツしたりシャープであったりとかそういったのがいろいろ入り込んであると結構かっこいいそのライティングとかね反射とか屈折の影響を受けてかっこいいイメージになるなと思ったのでこんな感じでですね作成、これをですね取り入れようと思いました。はい。それではですねまずこのリボンパスツール違うちょっと待ってリボンパスでいいんですよね。よかった。リボンパスツールですね。リボンパスツールどういうふうな挙動となるかをですね、ちょっとご紹介いたします。はい。まずはですね、こういった新規レイヤーをですね、こっちにできちゃいましたね。新規レイヤーをこうやって作ります。はい。でですね、こちらもですね、リボンパス。こちらですね、こちらのリボンパスをですね、クリックしまして、で、それでまずは、じゃあ下の方のですね、こういった感じで普通にモデルに沿ってオブジェクトに沿ってペイントしていきます。感じ。はい。でもイラストレーターのようなのパスのような感じですね。で大体ですねこういうふうにオブジェクトに沿ってパスをですね、描いていくとこのようにですねガタガタになってしまうんですね。でこちらはですねちょっと全部選択しましてドラッグアンドドロップでこのように全部選択をしましてキーボードのですね R です。 R をですねこのスケールをですね編集することができるんですけど、このスケールの上の Y の部分ですね、緑色のこの Y の部分を一番下にグッと持っていきます。そうすることによってこのですねラインがこうやってまっすぐにすることが可能となっております。で現在こちらですね本社の開発チームにもリクエストしておきました。でストレートパスっていうのはですねこのオプションを設定してくれないかという
ふうに言ったところ、これは結構すぐに搭載はできると言っておりましたので、もしかしたら、次のですね、アップデートされたバージョンでオプションとして、入っているかもしれません。はい、こうご期待といったところですね。で、こちらをですね、右クリックしますと、こちらにですね、プリセットがこのリボンパスツールにはですね、用意されているんですね。で、先ほどのですね、下のサーフェスを、硬いサーフェスの中からですね、こちらのグリップナーリングというものですね、こちらを選択します。そうすると、はい、このようにですね、はい、反映されます。はい、でここでですね、この、ですね、ストロークの幅をこういうふうに変えたりとか、はい、でこちら、ちょっとね、多分ここら辺は、ミスなんですけどね、モデルのミスなのか、ちょっと重なり具合の、あれなのか、こちらですね、先ほど R キーだったのを W キー、トランスフォームの W ですね、を押すと、こうやってですね、ちょっと移動することが可能となります。これ、はい、こんな感じですね。で、ちょっとですね、このガイドエリアっていうのをですね、一旦作ってみましたので、はい、こんな感じですね。ここの赤い部分は違うデザインが入るので、下の部分はこういった感じで、ストロークの幅をこういうふうに変更してっていう感じですかね。はい。こんな感じでですね、すごい簡単にこういったデザインをですね、入れ込むことが可能となっております。で、こちらがですね、今、外側にボンって、この、なんていうんですかね、凸凹が出ているんですが、こちらパスをですね、はい、ちゃんと選択されてますね。こちらですね、いろいろな、編集もですね、可能でございまして、例えばインバートリリーフっていうのをですね、トゥルーにすると、内側にギュッとへこむような感じとなっております。はい、で、このシェイプもですね、プリセットとして本当にいっぱい入っておりますので、いろんなデザインをですね、ここで検討することが可能となっております。はい、こんな感じですね。で、こちらはですね、普通のもうこの感じのこのナーリングでいいんですね。はい、そしてですね、ホリゾンタルアマウントとかバーティカルアマウントとかをこういうふうにですね、いっぱいですね、こうやって調整していくことも可能でございます。はい、はい、またですね、フラタンであったり、スムース、ちょっとこちらはですね、ブラーですね。はい、というのでですね、いろいろな形状もですね、デザイン違いというのをここでですね、わざわざ、なんですかね、ビットマップを用意して当て込まなくても、このような感じでですね、デザインのバリエーションをですね、確認していくことができるものとなっております。はい、そしてですね、先ほどの、レリーフをですね、ちょっとこちらにですね、ざっくりと割り当てみたいと思います。こちらのパスにもう一つパスをですね、新しく、はい、このようにですね、例えば、こんな感じで大きくやりますね。で、こちらがですね、この、調整は後にしまして、こちらまた右クリックしまして、この、ですね、このシェイプですね、こちらのシェイプの中にカスタムというものもございます。はい、でこちらでですね、ご自身でご用意いただいた、イメージをですね、インプットして、このようにですね、ペイントしていくことが可能となります。で、こちらは、ホリゾンタルもバーティカルも11でよくてですね、サイズはもうちょっとこのように大きく、このサイズはとりあえず1でいいんですね。でですね、ストロークの幅をですね、大きくしていきたいと思います。はい、こんな感じですかね。で、これちょっとですね、インバートレリーフがオンになっておりますので、こちらをですね、オフにして、手前にドンと盛り上がるような感じにしていきたいと思います。はい、こんな感じですね。
で、こちらもですね、ビットマップの画像を使用しておりまして、普段はですね、これを例えば、今までの従来のパスツールですと、このカスタム、に入れたところで、その後にですね、ちょっとベベルであったり、少しブラーをかけて、このような感じでなじませてはいたんですが、もうすでにベベル、ブラーの機能かかっておりますので、それをするですね、必要もなくなった、それをするですね、そう、時間もですね、短縮することができるものとなっております。はい。そしてですね、もう一つ、例えばこうやってつけまして、こうやってこのようにですね、はい。でこうやって直線にしておきたいので、 R で Y をギュッと、R で Y をギュッと下にやります。はい。そしてですね、こちらはですね、カプセルにしましょうかね。もっとなんかいろんな、そうですね、いろいろなものもありますので、グリップカプセル。で、このカプセルもですね、XY のですね、スケールをですね、確か変更できたはずです。アマウントですね。アマウントをこういうふうにやればいいのかな。違いますね。サイズかな。シックネス。でもいろいろ選べますね。そうですね。サイズもありますが、こっちのカプセルですよね。はいはいはい。とですね。丸のやつが何でしたっけね。コーンとかか。コーンとかですかね。コーンでちょっとフラタンにすると、そうですね、こんな感じのものがですね、はい、できますね。でですね、実はいろいろございます、本当に。もう一つ、本当はこちらコピペしたいんですが、ちょっとコピペすると、重くなってしまったりもするので、もう一個ですね、やっときますね。はい、はい、はい。はい。で、こちら選択しまして、スケールの R で、ショートカットの R で、このようにピッとしますね。で、こちらのですね、プリセットが、今回ですね、大体硬いサーフェスを紹介しているんですが、アパレル用のものもですね、ございます。ファブリック用のものもございます。はい。あとテキストもあります。そして汚れもオーガニックもありますと。はい。で、こちらのですね、こういった感じのハードサーフェスのですね、こういったラインのカッティングっていうのもですね、ございます。はい。こんな感じで、ですね、ちょっとスケールをですね、ストロークの幅をちょっとこういうふうにやったりとか、結構これも今までめんどくさかったことをですね、あのやってくれますので、すごく、はい、便利なツールとなっております。はい、でエンターを押すとこのような感じですね、プレビューを確認することが可能でございます。はい、あとですね、すごくなんていうんですかね、今回のアップデートでもう一つ、リボンパスツールの他にすごい便利なですね、アップデートが来ましたと。で、それをですね、ワープ投影ツールとなるんですが、今まではこのように、ドラッグドロップでマスクで投影しますよね。はい。で、こちらの、色をですね、色味を変更しますね。例えば赤とかに、赤黒。はい。で、ハイトをちょっとこういうふうにやっておきます。わかりやすいですね。で、こちらをですね、なんていうんですかね、反対側のここにもですね、置きたかった場合、これを、なんていうんですかね、複製して、それでマイナス値を入力して、わざわざ移動しなくちゃいけなかったんですが、今回からですね、こちらをですね、ミラーリング可能となりました。こちらの上のですね、こちらですね、こちらの、ところから、このミラー対象をですね、はい、クリックしまして、ミラー対象を、どこにするかっていうので、今回 Z かな、はい、
そうするとこのようにですねミラーリングされて、はい、反映されましたと、反映することが可能となりましたと。でこう下に行ってもこんな感じで、はい、これによってですね一つレイヤーが減るというですねことが可能となっております。はい、こちらがですねこんな感じで音もできますしね、はい、すごく便利になりましたね。はい、といった感じでですねちょろっとではございますが、この一部ではございますが、このですねリボンパスツールをですね使った、事例作例というのをですねご紹介させていただきました。はい、それでですねそしたら、このような感じのものがですねできるようになりますという感じですね。ではですねこういった、オーナメント、例えば今回のこちらですね、こちらのですねデザインというのはですねどうやってデザイナーで、そうなんですよ、こちらデザイナーで作成したものなんですが、どうやって作成したのかといったものをですねご紹介いたします。はい、こちらがですね結構シンプルな感じのデザイナーの、ノード群となっているんですが、実際にはですねこのスプラインの、ポリクアドラティックとスプラインサークル、そしてですねスキャタースプラインオンスプラインズ、ほぼこれしかですね使っておりません。では実際にやっていきましょう。でちなみにこちらのですね画像をですね持ってきまして、参考としました。でこちらですね忘れがちなんですが、どうやってデザイナーに貼り付けるのかと言いますと、このですねコメント、このコメントをですねまず作成しまして、こちらのコメントの中に、鍵括弧 img src でイコールですねイコールがこっちかな、おっとちょっとそうですね、これでここでですね例えばパス、このですね 001.ping のですねパスをですねパスのコピーをして、ここにですねコントロール V で貼り付けた後にこちらですね、こちらのやつをクリックすると、はい、こんな感じでですね貼り付けられるんですね。ちょっと忘れがちなので復習としてやっておきました。はい、それではですねこういったオーナメントの作り方をですね紹介いたします。まずですねスプラインですね、今タブかですね、タブか、スペースでスプラインと入力しますと、結構ですねデザイナーもアップデートがありまして、こういった感じですごく分かりやすく、ツールをですねはい、リスト化されるようになりました。でまずスプラインのですねポリクアドラティック、こちらですね、こちらでですね、はい、4点このように、ございます。で例えばこんな感じですかね、ちょっと少し波打つような感じのラインをですねこうやって作っちゃいます。はい、こんな感じですね。はい、そしてですね、スプラインまたサークルですかね、スプラインサークル、こちらですねスプラインサークルを作っちゃいます。でこちらはですねちょっとふにゃっとなる枝のような、例えばつるですね、こういった感じのですね、デザインをここで作っちゃいます。でこれがですね下の方に行きますと、ここですねスパイラルというところがございますので、こちらをですねクリックいただければ、こちらのですねパラメータをこのようにしていただくと、こんな感じでもう簡単にですね作れちゃいます。でターン、スパイラルターンもちょっとこういう感じかなとか、はい、結構ですねこれはですねここら辺を見ながら、どういう感じのイメージだったかなっていうのをですね思いました。はい、でこちらの2つをですねガッチャンコしたいんですが、この場合ですねパスを2つガッチャンコするときはですねスプライン、今まではですね私もちょっとこれ最初の頃
スプラインのスキャターだよなと思いながらやってたんですが、うまくいかなかったんですよ。で、スプラインとスプライン、こちらですね、スキャターオンスプラインカラー、スキャターオンスプライングレイスケール、そしてですね、スキャタースプラインズオンスプラインズ、こちらがですね、こちらを使うのが、ミソとなってきます。はい。で、こちら上の方にはですね、この土台となる、ベースとなる、スプラインをですね、こうやってつなげちゃいます。で、下の方にですね、このスプラインサークル、枝、つるとなるスプラインをですね、こういうふうにつなげちゃいます。はい。で、こちら今、サイドがですね、ちょっと分かりやすく、スプラインを、アペンドしまして、スプラインアペンドっていうのはですね、2つのスプラインをですね、重ねてみるというものとなっております。現状ですと、本当はですね、こちら側のですね、最初のベースとなるスプラインに、こういったツルが乗ったスプライン、このスキャタースプラインオンスプラインズがですね、あるんですが、できればこのベースの方も見ながらですね、調整したいので、こういうふうにしております。はい。そうするとですね、今、現状、ここの本当は左右に欲しいのに、片っぽだけにしか行ってないのが分かると思います。ですので、このスキャッタースプラインオンスプラインズで、サイドをですね、レフトとライトのランダム。はい。そしてこういうふうにやります。そしてですね、このスプラインのタイプをですね、ストレートからカスタムスプラインにしておきます。そうするとこのようにですね、ツルが出ております。はい。そしてですね、ここら辺でもうサイズとかをですね、スプラインのスケールであったり、はい、ロテーションであったり、スケールランダムはちょっとこういうふうにやりますね。ロテーションであったりっていうのをですね、ロテーション、これか、ロテーションランダムでロテーション、こんな感じですね。はい。っていうのを変えていきます。レフト、ライト、アングル、こんな感じですね。でですね、スプラインの、ですね、今、こちらがですね、ツルの先端の方がこの土台のパスの上に乗っかっちゃっておりますので、それをですね、反転したいと思います。で、それがですね、どこ行ったかなと思って今探して、フリップディレクション、ここですね、このインスタンスパラメータの中にフリップディレクションという項目がございまして、こちらをこういうふうにすると、そうですね、逆になったはず。そうですよね。ちょっと待ってくださいね。なったはずです。はい。で、例えばここまで来ましたら、一旦ですね、こちらをライン化してちょっと見てみたいと思います。今ですね、スプラインですので、こちらをですね、スプライングレースケール、マッパーというのがございます。スプラインマッパーグレースケールですね。はい。で、こちらをですね、このようにライン化してみます。で、こちらはですね、それぞれの、このベースのスプラインとこのサークルのスプラインに対してですね、その元に行きますと、このシックネス幅というのがですね、パラメータがございますので、こちらでですね、設定をしていきたいと思います。で、ポイントプロパティーズの中のシックネスですね。で、14は、ポイント01とかでいいんですね。ポイント01。で、23がポイント035とか。といった感じですね。035。はい。で、こちらのですね、スプラインサークル。こちらもですね、シックネスのスタートシックネス、エンドシックネス。こちらが2つございます。で、スタートエンド。こちらがですね、エンドが、スタートが 0.0、ポイント025とかにしておきましょうかね。で、エンドがポイント01とかにしておきましょう。はい。はい。で、こちらの方でですね、こっちかな、スキャタースプラインオンスプライン、スプラインアペンドかな。はい。と、この中に、そうですね、スキャタースプラインオンスプラインの中にも、シックネスという項目がございますので、こちらもですね、from custom spline、両方 from custom spline ですね。はい。にしまして、アペンドの中でも、確か、ですね、
マッパーグレースケールですね。マッパーグレースケールの中で、このシックネスモードをどうしますかっていうのが出てきますので、フロムスプラインにします。そうすると、こんな感じですね。ちょっとですね、このディレクションのフリップがこちらじゃなかったっぽいですね。フリップディレクション。こちらじゃないですね。ですね、ちょっと困りますね。どこ行ったかな。プレビューではない。ですね、フリップディレクション、カスタムスプラインですよね。あれ、おかしいですね。はいはいはい、変わらないですね。ちょっと待ってくださいね。見ますね。こちらはですね、ちゃんとうまくいってるんですよね。で、フリップディレクションフォルスになっておりまして、レフト、ライト、ランダム。はい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 。フリップディレクションが、フォルスで、だからここではないってことですね。スプラインアペンドじゃなくて、こちらですね。こちらのですね、少々お待ちくださいね。サイズ、ポジションだったかな。ロテーション、ハイト、シックネス、プレビュー。あらあら。あれおかしいですね。ちょっと待ってくださいね。これは久々に、さっきはね、家でやった時は大丈夫だったんですよ。これはですね、ちょっとやってみましょう。諦めずに頑張りましょう。このですね、とりあえずちょっと先に進めていきますと、こちらかな、このスプラインのフリップ2ディレクション。ですね、ショーシックネスエンベロープ。ディレクションヘルパーじゃなくてですね、このですね、これで、こちら側がちょっとこちらのですね、ちょっとセグメンツのアマウントをですね、64でちょっと滑らかにして少しですね、ここでやればいいのか。ちょっと待ってくださいね。フリップディレクションオフにしまして、こっちのフリップディレクションで、来ましたね。よかったです。そうですね、フリップディレクションいっぱいあってちょっと分かんなかったですね。こちらのスプラインサークルのフリップディレクションでしたね。大元のフリップディレクションで、そうですね、そうしてますね。失礼いたしました。よかったです、よかったです。はいはいはい。そうですね、こういう風にすると、ツルがですね、ちゃんと外側に向いてくるくるっていう風になっておりますので、こっからですね、ちょっと、またですね、調整をしていきたいと思います。で、ここからですね、ローテーション、レフトライトアングル、レフトライトアングルの、ですね、ランダムですね。このようにしたりして、ちょっと、これ別に、そうですね、このままでいいですね。で、なんていうんですかね、最初と最後はもうちょっと、ギュッと真ん中に持っていきたいので、そちらがですね、このスタートとエンドをですね、この最初のパラメーターのところですね、インスタンスパラメーターの中のスタートとエンドをですね、このようにちょっと縮まらせます。で、こちらスプラインのですね、数もですね、もうちょっと少なくて良いので、6とかにしておきますね。6にしましょう。はい。そして、ちょっとスケールをですね、スプラインスケールをこのように、こんな感じでいいのではないでしょうか。ローテーションもうちょっとくるくるっと回したりして。
もうちょっとですね、3とかがいいかもしれないですね。この大きいのは。はい。こういうところの方、こういう感じの方がコントロールしやすいですね。で、例えばいろいろこれをパターンをですね、何個か作って、重ね合わせるという感じのですね、やり方がいいのかもしれません。なんかうまいこと重ならないようにいくの難しいですね。ランダムをもうちょっと。うん。そうですね。まあ、ここら辺はちょっと、お時間あるときにやっていただけるといいのかなと。あ、こんな感じでいいかな。そうですね。こんな感じでいいかなと思います。はい。でですね、今回こちらの、左側のようにですね、出来上がったものはですね、本当にこのサークルをこうやってもう一つ作って、でもう一つ作って、そうするとこんな感じプラス最後の一つでこういう風な感じっていうのを作りましてですね、で先ほどのベースのものにですねこういう風に割り当てて、でこのようにですね作っているわけです。はい、ちょっとですね今回一つ学びとなったんですが、このツルの先端をですねこのように、外側に向けるためにはですね、このスプラインサークルのフリップディレクションというところですね、こちらをですね、はい、ちゃんとトゥルーにしておくというところがですね重要となってきますね。で最後の最後にですね、最後の最後にこちらですね、今現状こちらですとやっぱり角がパキッと、硬くなってしまっているんですね。ですので、私が出力した時はですねこちらにですね HQ ブラグレースケールをですね少しかけました。クオリティ1にして例えば1くらいで、それからですねこちらに対して、ヒストグラムスキャン、そうですね、ヒストスキャンをかけまして、コントラストとポジションをですねこのようにして丸みをですね調整しております。例えばブラをもうちょっと 1.3 とか 1.5 とかにしましょうかね。そうするとこんな感じでいい感じにですね丸みが出てきますね。はい、はい、そうですね。でこちらを、アウトプットにですね差し込みまして、こちらベースカラーのみ、出力したという感じですね。こちらからセンドトゥペインターでもいいんですが、今回はですね、ですね、パブリッシュ、エクスポートしてますね。はい、こちらのエクスポートが、こちらですね、エクスポートアウトプッツ、こちらからですね、ベースカラーのみエクスポートしてますね。そしてペインターに、ドラッグ&ドロップで持ってきてるといったわけでございます。はい、こんな感じですね。こちらもですね。で、こちら2つもですね、こちらとこちらもですね、デザイナーで同様に作成したものでございます。こちらのですね、Perfume のロゴはですね、イラストレーターのデータとなっております。はい。こちらが、どこ行ったかな。こちらですね、ロゴ。こちらがイラストレーターのファイルですね。はい、こちらですね。なっております。そしてですね、最後、ステージャーでレンダリングとなるんですが、こちらですね、少々お待ちくださいね。はい、こういう感じですね。ここのですね、ステージャーの方はですね、レンダラをですね、ちゃんとこのマテリアルをですね、こうやってボトルのマテリアルのこの下の方に行くとですね、こちら内部という項目がございまして、こちらをですね、吸収カラー、ここをですね、はい、こういった感じの色味にすると、このカラーがですね、反映されます。こちら一回レイトレーション見てみましょうか。少し時間かかっちゃうかもしれないですけどね。はい。
でもいい感じですね。はい、こんな感じの、やっぱり結構レンダリング綺麗ですよね。ちゃんと反映もされております。はい、こんな感じですね。リアルタイムにいろいろと調整していくことができるのもやっぱステージャーの強みでございます。で、皆さんですね、来年ステージャー、結構大きなメジャーアップデートが出ますので、そちらもですね、ぜひぜひ、お楽しみにしておいてくださいませ。本当により、素早く、よりですね、操作性が良くなったステージャーとですね、お会いできると思っております。はい、そんな感じでですね、今年の放送はこちらで、終わりにしていけたらなと思っております。多分そうですね、ちゃんと、リボンパスのことをですね、紹介したかなと思っておりますので、はい、そうですね、はい、はい、はい、大丈夫だと思いますね。それではそうですね、まあ、本当皆さん、今年もですね、本当にありがとうございました。お世話になりました。また引き続きですね、サブスタンスのアップデートであったり、何かしらチップスというのをですね、こちらの、チャンネルでですね、紹介させていきたいと思っておりますので、ぜひぜひ、来年もどうぞよろしくお願いいたします。それでは、良いお年を。